モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回は DIY を本格的にこれから始めていこうかなということで、丸ノコを購入しようかなと思われている DIY 初心者の方に一緒に購入した方がいいものと同時に作った方がいいものについて解説したいと思います。実際丸ノコだけを購入してもまっすぐに切ったりとか思い通りに切ったりってなかなか難しいです。丸ノコを思い通り使うには丸ノコガイドであったりそれに付随するものっていうのを一緒に揃えた方が便利です。丸ノコに関連する道具とかジグ、ガイドっていうのはたくさん市販されています。あれば便利なものはたくさんあるんですけど、全部を買っていたらなかなか予算的にも厳しくなっちゃいます。そこで最低限これだけは買っておきましょうっていうのがこの集塵アダプターと専用の集塵袋です。丸ノコってものすごく切り子が出ます。特に DIY をするスペースが青空スペースだった場合、風が吹いちゃうと近隣の方々にも迷惑がかかるし、掃除も大変です。それを軽減するのがこの集塵アダプターと専用の収納袋です。1日の作業でだいたいこの集塵袋の半分ぐらいはいっぱいになると思います。でその量が掃除しなきゃいけないとなると結構大変です。なので集塵アダプターと収納袋は一緒に購入した方がベストです。次に丸ノコをフリーカットでカットするっていうのはなかなか難しい。僕も自信はないです。その補助として直角切りをサポートしてくれる L アングルとか任意の角度でカットしてくれるジャスティ2とか同じ幅でカットする平行ガイド。でも僕がおすすめするのは丸ノコガイドを自作することです。最初から丸ノコガイドを自作するのって思われちゃうかもしれないんですけど、実際そんなに難しくないです。ホームセンターで最小サイズのシナベニヤ 5.5mm か 9mm のベニヤを買ってください。それと厚さ 1cm の角材、まっすぐなものを選んでください。あとはこの辺に対して直角に取り付けて、ここで1回丸ノコをカットさせると簡易的な丸ノコガイドは完成します。最初はこういう取っ手とかなくても大丈夫です。この作り方については概要欄に動画のリンクを貼っておきますので参考に見てみてください。なぜ丸ノコガイドは自作した方がいいかについて解説します。例えばこの線でカットしたいなとします。市販の丸ノコガイドはここでカットしたい時にここで合わせるわけではありません。ここで合わせるのは丸ノコの刃です。まず木材に当てて直角を出します。そこに丸ノコを乗せて丸ノコガイドを寄せていきます。市販の丸ノコガイドだとこの丸ノコガイドを置いた場所と実際にカットする場所、これだけの開きがあります。こちら側を切り落とすとした場合、丸ノコを覗き込んでこの角度で墨線の位置を合わせることになります。これなかなか大変。例えばこちら側を残してこっちを切り捨てる分だとします。そうするとこちら側から覗き込んで墨線の位置、刃の角と墨線をこちら側で合わせるのを確認しながらずらしていきます。実際にカットするのはこの辺りからスタートします。そうすると不安定な状態から切り始めないといけないです。実際ここにガイドがあるので合わせればいいんですけど、ここが不安定な状態で初心者の方が切り始めるのって結構難しいです。それに比べて自作の丸ノコガイドの場合、ここがカットラインです。なのでこの墨線に対してこのカット面を合わせるだけで安定した丸ノコを置くスペースを確保できます。あとはこの場所、丸ノコベースとガイドの角材が離れないように滑らせていけば思い通りのカットができます。丸ノコガイドを自作する上での注意点は、丸ノコの重心はこのモーター部分になります。ということは安定させるためには30センチぐらいのベニヤの大きさは必要です。取っ手もつける場合もモーターと干渉しないこと、あと厚い角材を使ってしまうと刃をいっぱい出した時にモーターとこのガイドの角材が当たってしまいます。なのでガイドの角材は1センチ厚ぐらいがいいかなと思います。
この自作の丸ノコガイドの使い方に慣れてくるとこっちの方が楽なので、今度はいろんなタイプの丸ノコガイドを作って使われると思います。そうすると市販の丸ノコガイドってだんだん使わなくなります。次にこの丸ノコガイドと一緒に作っていただきたいのが丸ノコのカット台です。絶対この形じゃなきゃダメってことではないんですけど、安全に作業できるカット台を作ることをお勧めします。丸ノコを使う上で躊躇される一番の理由っていうのは、なんか危険、怪我しそうっていう部分だと思います。その一番の理由はキックバックです。丸ノコの基本的な使い方は、残す部材に対して切り落とす部材、この部分が切り落とされれば安全にカットすることは可能です。キックバックが起こりやすい環境というのは、この切る部材を左右で支えた状態でカットをする、この状態が一番危険です。カットした時にずっと切っていくとこんな状態、切り落とす側の材料と残す側の材料が丸ノコの刃に挟まってしまう。すると丸ノコのモーターは強いので、それでも回ろうとします。そこで丸ノコが暴れてキックバックという事故が発生します。そこで丸ノコ初心者の方でもキックバックが起きづらい作業環境を実現してくれるのがこのスノコ型の丸ノコカット台です。この形が絶対正解ということではないんですけど、安定した作業環境を整えることが安全に丸ノコを使う上で大事です。こういう安定した作業環境があれば、カットしたとしてもここが沈み込むことがないのでキックバックが起こりづらいです。これよりも長い材料だとそれでも動いてしまうので、同じ高さで馬を一つ作っておくとさらに安全に使えます。さらに自作した丸ノコガイドがあれば、より安全に丸ノコを使うことができます。熟練の大工さんとかであればフリーカットで丸ノコを扱うことはできると思うんですけど、普段から使い慣れない方、特にこれから丸ノコを購入しようかなっていう方にはフリーカットで綺麗に切るってことは難しいです。今回の動画を参考にしていただいて、丸ノコの購入と一緒に便利なアイテムであったり自作するものっていうのを計画してもらえればいいかなと思います。是非参考にしてみてください。元チャンネルではこのような DIY 初心者講座や制作動画、ジグ制作などを配信しています。今回の動画がためになったな、面白かったなと思っていただけましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。